はい、こんにちは。MD ジャックです。愛です。耳の妖精、ミミです。はい、今回は、アーガサウンドの DD モデル、アーガ1です。愛は初めて聞くメーカーさんなんですけど。そう、初めてだね。ハイエンドオーディオ専門の企業で、詳細は上の通り。プロダクト欄を見ると、イヤホンの分類がないんで、モデル名がアーガ1だし、アーガサウンドのファーストモデルなのかなって思う。間違ってたらごめん。メーカーさんに関しては、軽く参考にしていただければと思います。AGA1 かアーガ1かもちょっとはっきりしないけど、モデル名はアーガ1で進めますね。そうしよう。で、音質はどうなの？視聴の第一印象はとても良かったよ。王道のドンシャリ系ではあるけど、かなりしっかりなるし、ただのドンシャリだけじゃない、プラスアルファがある印象だわ。プラスアルファってなんだろう？ PVD カーボンナノコーティングによるグラフェンコーティングされた振動板を搭載した 10mm ダブルマグネティックサーキットダブルキャビティのダイナミックドライバー。これがポイントだろうね。PVD コーティングフィジカルベイパーディポジションは物理上着法とも呼ばれ、高い真空条件下で製品に硬質な薄膜を物理的につける加工ということだわ。へえ、そういうことか。ミミーちゃん、あんまり分かってないでしょ。まあね、そういう愛も分かってないんでしょ。まあね。進化したダイナミックドライバーだってことでよろしく。はーい。価格が4000円台ということでエントリークラスになるよね。そうね。DD モデルに新たなチャレンジャーの登場ってことね。外観はハウジング部がツルツルしてなくてマットでサラサラな感じ。ドイツ製の素材なんだって。触った感じいいよね。耳に当たる部分だし。フェイスプレートは5軸 CNC 多孔仕上げの金属製。見た目シンプルだけど質感がいい感じよね。サイズはちょっと小ぶりかな。そうね。1DD だしやや小ぶりで軽いわね。さて波形なんだけど、イヤーチップが3種類バンドルされてる。4から5キロを結構出してるんで、6キロの谷は深めの方が個人的には好みだな。ただマイイヤーチップ全体では6キロあたりはこのあたりにカーブが集中しているんで、音収録はナイス HCKC04 にしてみた。4から5キロのカーブを見て TRN-MT4 Pro を思い出したんで比較してみたけど、思ったほど似てなかったな。あまり新しいモデルじゃないけど、これをサウンドチェックで一緒に聞いてみようと思う。あと KZ サーガが割と新しいんで、これも一緒に聞いてみる。価格帯はちょっと違うけど、どっちも 1DD モデルだからでしょ？そうだね。それぞれ特徴がありそうなので、音の違いもはっきりしそうですね。そうだね。音調整の基準はアーガ1。バンドル品の高純度銀メッキケーブルがなかなかいい感じなんで、これを使用。はい、了解です。ではサウンドチェックいきましょう。音量上がります。
でした。MT4 Pro はなんとなく波形の傾向が似ている程度でしたので、聞いてみると結構違っていましたね。アーガ1はスッキリ感が印象的でしたが、MT4 Pro は少しもっさりした感じがしました。300Hz から 2.5km あたりを結構出しているんで、ドンシャリ感が薄く、中域に厚みがあるからなんじゃないかな。そうみたいですね。サーガは見た目通り、低域の迫力がかなりあったよね。中高域がちょっと控えめなのは実機でも同じ印象だった。収録音の比較ではアーガ1が一番自然に聞こえるよう調整しているため、この差分が暗さとなって現れてしまったけど、差分に余計な調整を加えてない結果なのでご了承いただきたいところ。ポイントとしてはアーガ1の中高域がそれだけ明るめってことなんだ。じゃあアーガ1を聞いた印象に行ってみようか。あ、ちょっと待って。音漏れに関してもチェックしてほしいってコメントをいただいたんでチェックしてみました。ノズル部先端を指で押さえて少し大きめのリスニングレベルでフェイスプレート側からの音漏れをチェックしてみましたが、そんなに気にしなくても大丈夫だと思います。エアフロー調整をしているこの部分を押さえるとほぼ漏れなくなるんで、ここからは少し漏れてきますが気になるほどではなかったです。じゃあ聞いた印象ね。視聴環境はこれ。今回も全ダックメインで聞いてみた。中域をしっかり落としているので低域は波形上さほど強いようには見えないんだけど、聞いてみると想像以上の量感と存在感があった。それでいてあまり濁りや曖昧さを感じない点がいい。ベースやスネア、ダムのアタックなんかもはっきりしていて気持ちいい。中域は見た目美声になっている感じがしない？そうですね。再現性あまり良くなさそうに見えます。でも中域確認用のリファレンス曲では普段とちょっと違う鳴り方をしていて、同じ楽器でも聞こえてくる帯域の違いを感じ、とても新鮮で好印象だった。低中域は確かに少し弱いんだけど、うまく調整されているんだろうな。2キロ以上の特徴は4から5キロにかけての山がポイントでしょ？そうね。この山でかなり明瞭なサウンドになるもんね。6キロ付近は落としているように見えるけど、このラインにタッチする程度なのでイヤーチップにもよるけど、実際にはあまり抑えてなくてボーカルの自殺音を結構感じる。チとかサ、それに死が瞬間的に刺さる感じがある。これはここの絞りが1番のファイナル E を装着すると結構緩和される。見た目だけじゃなく聞いた感じもエッチし、普段聞くならここはこのぐらい絞りたい。シンバル系がそれなりに鋭く聞こえるけど、さほど前に出てくるというほどでもなかったかな。アーガ1の中高域以上は聞いてて嫌な感じは全然しなくて、4000円台のモデルとしてはいい仕上がりなんじゃないかと思う。低域の迫力あって明瞭でドンシャリの王道な傾向だけど、こういう音質って好きな人多いんじゃないかな。確かに愛は結構好きですね。じゃあ買っちゃう？そうね、買っとこうかな。ということでアーガサウンドの 1DT モデルアーガ1のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。